それでは続きをやっていきましょう。前回はドルマン軍の精鋭軍に我が三軍が返り討ちにあったところまでやったな。もうダメやおしまいや。このままきっと滅ぼされるんや。普通の勢力ならそうかもですが、我々はヴァンパイアカウント。全滅しても再編成するのはとても得意。死者蘇生で一気に復活させて敵の回復する暇を与えず攻めまくりましょう。まずはゾンビ3部隊を招集して、ゾンビが3部隊しか招集できない悲しみ。これが敵の残ってる戦力みたいですね。思ったより減らせたな。まあ、厄介な奴らばっかり残ってますけどね。死者の復活で一気に戦力を増強。お金もいっぱいあるのでたくさん雇いましょう。この動きこそヴァンパイアカウントにしかできない動き。前線は一旦下げておくで。グリムトップで迎撃ってわけですね。そういうことよな。異名ユニットも即雇用可能な貴重なユニットです。こういう時に取っておいてよかったと思うよな。一気に雇いましょう。維持費マイナスになったけど、一時的なものですので問題ないです。ドルガン軍倒したら解散しますので。確かに今はそんな細かいこと言ってる余裕もないしな。61ターン目エンド。グリムゴールが和平交渉の打診。そんなのするわけないやろ。壊滅するまで攻めてやるからな。とか言ってたら攻められましたね。で、まさかの2軍での戦闘じゃないんかい。しかも待ち伏せも失敗してます。95% とは何だったのか。一旦ここは撤退して2軍で攻めてやる。どうやら許されないみたいですね。しかもこちらは1軍で敵はうおー状態なので実質2軍。やってやる。ドルガン軍にやられた恨みはお前らで返してやる。ひどい八つ当たりを見た。それでは開始していきましょう。今回の軍勢はヘルマンゴルストがいますからね。団子状態で敵に突っ込み、ヘルマンゴルストの持続ダメージでダメージを与えていきます。つまりいつも通りってことよな。我々は相変わらず投射騎兵に弱いですが、マー数は少ないので問題はないでしょう。投射騎兵というか投射チャリオットですね。投射チャリオットは数が少ないから投射攻撃は微妙なんですよね。突撃だけさせれば悪くはないのですが。止まったら、こいつ白兵戦防御が20しかないため一瞬で死にますね。ショッキョムッチョ。騎兵たちは裏に回り込ませようか。森に隠して襲撃やで。まあ、すでにめちゃめちゃバレてて警戒されてますが。AI はアホなのですぐに忘れてくれるでしょう。AI でも忘れることあるんやな。あんまり近づくと射撃されるので注意してくださいね。突撃する前に数がかなり減ってるっていうのは嫌やからな。了解やで。そして今回も居座るボアビッグランス。こっちはブラッドナイトとブラックナイトのランスがいるので前よりはマシですけどね。あっちも被害大きいし、こっちも被害大きくなりそう。まあ騎兵は死んでなんぼの職ですからね。こいつよく見るとクロスボウ使ってるやん。こいつらはドワーフたちとかからクロスボウ略奪して使ってるやつららしいです。遠距離射撃も可能で白兵戦もなかなかできるので万能ユニットですよ。それうちらの軍に欲しい。あいつらゾンビにしたらどうです？ゾンビにしたら射撃できなくなるんよな。っていうか多くってゾンビにできるんですかね。敵と接敵し始めましたね。ヘルマンゴルストはできるだけ弱そうなやつと白兵戦してくださいね。ゴブリンあたりが良さそう。まあブラックオーク相手でも結構粘ってくれますけどね。白兵戦がヤバそうなロードとかヒーローは秒で解けます。居中ユニットはそれもヤバいです。まあ今回そういうやつおらんけどな。敵がどんどん固まってきましたね。持続ダメージの餌食やで。後ろ側にも結構回られてますね。ボアボーイツが後ろに回り込んでる。まあゾンビいるし、ブラッドナイトのランスもいるので大丈夫でしょう。クリプトホラーも参戦させてボコボコやで。で、うちらの騎兵はまだ機会を伺ってます。伺いすぎな気もするけどな。全体的な戦場の状況はこんな感じ。ごちゃごちゃしててよくわからん。それはそう。でもこうしないと我々は勝てないですからね。そっか。我々の騎兵も敵の急兵を襲い始めました。やっとか。おとなしく死ぬのはいい多く。抵抗して死ぬのは悪い多く。どっちも生きて返すな。結局殺してる定期。ボアビッグアンツがいますけど死にかけなので普通のブラックナイトでもなんとかなるでしょう。逃げてる。さすがに逃げ出すでしょうね。ヘルマンゴルストの近くはすでに敵はボロボロですね。
持続ダメージ強すぎんよ。まあ弱点はこの前のドルガン戦ではっきりしましたけどね。圧倒的な火力の前には持続ダメージも無意味。敵がもっと巨臭ユニット採用してきだしたらやばいかもですね。もう、グリムゴールにはそのような体力残ってないと思うけどな。ブラッドナイトでボアビッグアンズを襲撃。ボアビッグアンズとブラッドナイトであれば、ブラッドナイトの方が強いです。イノシシ野郎なんてぶっ潰せ。ゴルストがいなかった場所はまだ敵が多いですね。そっちはクリプトホラー頼みやからな。クリプトホラーも格段に強いってわけではないですからね。頑張ってはくれるんやけどな。再生があるからといって油断してるといつの間にか溶けてることも多いですしね。敵は敗走していきましたね。ドルガン軍の裏にからしたで。こいつらとは何の関係もないですけどね。屍友が夢の後。食器をむっちょ。英雄的な勝利。やったぜ。8万ダメージ。ほぼほぼこいつのおかげやん。圧倒的火力担当ヘルマン。ちなみに前のドルガン戦のセールは11万ダメージ出してましたけどね。セール強すぎやろ。撤退していきましたね。次のターンで殲滅やで。問題はドルガン軍ですが。さすがに一旦休息しますかね。そうはさせへんからな。手を襲ってくるんかい。ちょっと待って。援軍がグレー色になってるで。これはどういうことや？どうやら敵は電撃戦を使用したご様子。つまり、強制的に1軍 vs1 軍となります。マジで、3軍でかかってもボコボコにされたんやで。戦闘結果も決定的な敗北。まあ、この結果通りの結果になりそうですね。こいつ、うちをどこまで怒らせれば気が済むねん。できるだけ敵に損害を与えてやりましょう。それでは開始していきましょう。今回はこちらの全滅は確定なので、いかに敵を道連れにできるかが重要です。マローダー・ホースマンはこいつは投射騎兵なので、そもそも攻撃できないので無理です。あとはドイツもヤバそうなのばっかり。ドレッドマウ移動できてるやん。もしかしたら戦闘中だけなのかもですね。私も仕様詳しく知らないのでわかりません。そっか。この中であればアイストロールを道連れにできそうですね。つまり、全員でアイストロールを全力で狙い道連れにしましょう。了解やで。ということで接敵までカット。遠慮なしに突っ込んできよった。敵にとっては雑に突っ込めば勝てる相手ですからね。魔法も飛んできて鬱陶しい。ウィンドブラストですかね。まあ、大したダメージにはならないはずです。マンモス強すぎ。投げ払いが範囲広くてかなりのダメージになりますね。モーティスエンジンも逃げようにも遅すぎて逃げられないです。それはネクロマンサーも同じ。アイストロールは道連れにできそうか？コーデはちょっと微妙ですね。かなり惜しい感じにはできてるのですが。ああ、モーティスエンジンが。さよならモーティスエンジン。もう見た。2度目ですからね。あとちょっとでアイストロール撃破。よう、頑張れー。残念ながらこちらが先に尽きちゃいましたね。クソがー。それでは今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいです。